んです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは蓋付きのポケットティッシュケースです。こちらにポケットティッシュを入れることができます。そして内ポケット付き、外ポケット付きです。カードを入れていただいたり、ハンカチを入れたりと、とても便利なポケットティッシュケースになっています。今回こちらは子供らしい可愛らしい雰囲気のポケットティッシュケースに仕上げました。こちらは次回の動画でご紹介させていただく持ち手付きのお弁当袋です。このようにお子様用の幼稚園や小学校のグッズを作るときにお揃いの生地で作ってあげるとお子様も喜ばれると思います。こちらは大人の方も持てる雰囲気のポケットティッシュケースを作ってみました。こちらはフェミニンな雰囲気です。こちらは以前動画でご紹介させていただいたバッグ入りのトートバッグとお揃いの布合わせで作ってみました。このようにバッグとお揃いの布合わせで小物も作ってみるとトータルコーディネートができていてとても可愛いと思います。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧ください。それではポケットティッシュケースの材料を紹介します。まず1番の布は縦44センチ、横幅15センチです。こちら2番の布は縦32センチ、横幅15センチです。3番は縦19センチ、横幅15センチです。1番と3番の布は同じ生地を使用してください。それでは1番の布と2番の布と3番の布をそれぞれ縫い合わせます。まず1番の布と2番の布を中表に合わせます。縫い代1センチで縫います。1番と2番の布をこのように縫い合わせましたら3番の布も2番の布と中表に合わせます。縫い代1センチで縫います。生地を縫い合わせましたら縫い代をアイロンで割ります。それでは1番の布からアイロンをかけていきます。まずこのように裏面を上に向けて置いてください。こちらの端から 4.5 センチのところを山折りにします。4.5 センチで山折りにしましたら、続きましてこのように表に返していただきまして、端から 4.5 センチのところで谷折りにします。そしてこのように裏面を上に向けて置いていただきまして、この折ったところから9センチのところを山折りにします。9センチのところで山折りにしましたら、また表面を上に向けて置いていただきまして、端から9センチのところを谷折りにします。このように9センチのところで谷折りしました。
1番の布をこのように折りましたら、続きましてこちらの3番の布を折っていきます。そしてこちらのまず表面を上に向けて置いていただきまして、端から9センチのところを谷折りします。9センチのところで谷折りしましたら、裏に向けていただきまして、こちらの端から 4.5 センチのところを山折りします。ちょうどこちらの生地の切り替え部分のところまでが 4.5 センチのところになります。4.5 センチのところを山折りしましたら、こちらの折ったところからこちらから 4.5 センチのところを山折りします。こちらの端の部分でこのように折る形です。このように2番と3番の生地の切り替え部分でこのように山折りしました。そうしましたら、表面を上に向けて置いていただきまして、こちらの端の部分から9センチのところで谷折りします。ちょうどこの端の部分と折っている部分が同じ幅になります。このように1番の布と3番の布を折りました。そうしましたら、こちらこの端の部分とこちらの端を合わせて中表に折ります。こちらの端を合わせましたら、アイロンでこちらをかけます。このように折れましたら、こちらの脇の部分をピンで留めます。ピンでこのように留めましたら、両脇を縫い代1センチで縫います。両脇を縫い代1センチで縫いましたら、こちらの角の部分をカットします。角をカットしましたら、こちらの空いているところ、この端の部分から表に返します。角は目打ちや棒などを使ってきれいに出してください。このように返せましたら、こちらの部分をこのようにひっくり返します。ひっくり返しましたら、こちらがティッシュポケットを入れる口の部分になります。そしてこちらにもポケットがついていまして、こちらの外側の方にもポケットがついています。で、このように折っていただいたら、こちらが蓋になっています。アイロンで最後にきれいに形を整えていただきましたら、こちらで完成です。ポケットティッシュケースが完成しました。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。